BTS のことを好きになるきっかけは、彼らの楽曲や完璧なパフォーマンスからが多いですよね。しかし、BTS を知れば知るほど、彼らのチームワークの素晴らしさに気づかされ、ここまで仲が良いグループはいないのではと思うほど、今回は BTS メンバーの年齢差を感じさせない彼らの関係性を調査しお届けします。長男ジンとマンネのジョングクまで5歳という年の差がありながら、平等な関係性に驚く方も多いのではないでしょうか。しかし、平等な関係性といっても、誠実なメンバーたちは、上下関係が厳しい韓国の風習に従い、最低限のマナーを守っているようでした。BTS は、仲良しで年齢差を感じさせないグループ。2022年で、長男のジンが30歳を迎え、マンネのジョングクが25歳を迎えることで、メンバー全員がアラサーとなる BTS。ジンとジョングクの年齢差は5歳と、他のグループからしても離れている方ではないでしょうか。練習生時代から数えると宿舎生活も長く、時に喧嘩をしながら苦楽を共にしてきた BTS メンバー。BTS の年齢差を感じないのは、やはり最年長ジンの影響が大きいようで、彼のおかげでここまで風通しのいいグループになっているのだと感じますよね。グループでムードメーカー的存在のジンは、年上だからといって決して偉そうにせず、弟たちの面倒を見てきました。ここまで聞くと、ジンはお兄さんらしい人物だと思いますが、メンバーたちと遊ぶときは、誰よりもはしゃいでまるで末っ子のよう。そんな長男なので、弟たちもジンに容赦がありません。いたずらやからかうことは日常茶飯事で、わちゃわちゃ遊んでいる中心には必ずと言っていいほどジンがいますよね。ジョングクとは特にふざけ合っていますが、最近は力の強いマンネにタジタジのよう。だいたいちょっかいをかけるのはジンからが多いですが、最終的には立場が逆転し、ジョングクにやられてしまう始末。この二人の姿を見ると本物の兄弟のようで、とても可愛いですよね。上下関係はあるの？韓国といえば上下関係に厳しく、日本より年上を敬う風習が強いことで有名。食事をする場面では、必ず年上の人から箸をつけることは当たり前で、乾杯の時は目上の人より少し下げてグラスを合わせます。そんな上下関係が厳しいと言われている韓国出身のメンバーばかりの BTS ですが、彼らの間はいつだって平等。彼らは弟だから率先してやってもらえるなら自分は何もしないなど、年齢や役割に関して固定概念がありません。年上でもできることを探したり、やってもらったら代わりに誰かの役に立とうという精神が BTS の中では基本なのです。しかし、平等な関係性だからといって、全く上下関係がないことではありません。年下メンバーは、年上メンバーのことを必ずヒョンと呼び、会話では基本的に敬語を使っていますよね。たまに J-HOPE がジンに向かってジーンなどジョーク混じりに呼んだりしますが、普段きちんと会話するときにはジンヒョンと呼んでいます。このようにメリハリをつけることで、世界から絶賛される良いチームワークが維持できているのでしょう。相手を否定せずに尊重。長い間活動を共にし、お互いを家族のような存在だと言い合う BTS メンバー。家族のように親密な関係になると、ついわがままになってしまったり、自分の意見を押し通そうとしてしまいがちですが、彼らは決してメンバーを否定せず受け入れています。2020年に配信された BTS のリアリティ番組 In the Soup 内で、7人が集まったのは運命だ。この7人がいなかったら何してたんだろう。僕たち7人いると面白いけれど、1人でもいなかったらこうならないと話し合うメンバーたち。そこで RM が兄弟のように親しすぎる関係も疑わなければならない。あまり仲良すぎるのも危険だと思うと、お互いを尊重し配慮する努力をしようと語っていました。彼らが大切にしている
相手を否定せず、意見を受け入れることがよくわかるのが、バラエティ番組、RUN BTS EP148、EP149 のセルフインテリア対決での一幕です。ジン、J-HOPE、RM、テテと、シュガ、ジミン・ジョングクの2チームに分かれたメンバー。シンプルルームを目指すシュガチームとは反対に、テテの意見を採用し続けて、独特な部屋になっていくジンチーム。テテの案で、壁を青色に塗っていましたが、思った色にならなかったと、残念そうなテテに悪くないと思うよ。と元気づける J-HOPE。それを聞いた RM は、後ろを振り返り、綺麗だね。と、フォロー。繊細なテテのことをしっかり気遣っていた2人の言葉に胸を打たれましたよね。番組の終盤には、テテワールド全開のアーティスティックな部屋が出来上がり、満足そうなテテ。可愛い弟の提案を否定せず、受け入れてあげている姿がとても優しく、頼もしく感じました。また、このエピソードを見ると、ヒョンラインがよく言う、テヒョンの好きなようにしたらいいよという魔法の言葉が思い浮かびましたよね。いいところは、褒めて素直に伝える。BTS のチームワークが良いと言われている理由として多く挙げられるのは、メンバー同士褒め合うことですよね。お互いがファンなのではと感じるほどよく褒め合っています。J-HOPE が7月にソロアルバムジャック・イン・ザ・ボックスのリリースを皮切りに本格的にソロ活動が始まった BTS。メンバーたちは J-HOPE のソロ活動を Weverse、ライブやインスタグラムで称賛。J-HOPE と同い年の RM は Weverse、ライブでステージを準備している姿がかっこいいです。パーティーを開くと聞いたときは本当にすごいと思いました。ホビにしかできないと褒めたたえていました。同い年という立場でここまで褒めることはなかなかできないものですが、お互いを尊敬し合っているからこそ出た素直な気持ちなのだと思います。また、自分でもどうしようもないと自身の性格について語ったこともあるテテは4次元などと呼ばれ、メンバーやファンから不思議な行動や言動が理解されないことも多かったそう。デビュー当時はたびたび問題行動を起こしメンバーたちを困らせてきたテテですが、誰も彼を押さえつけようとせず自由にさせていたのだとか。2019年のフェスタでジンと RM はテヒョンの独特な個性と魅力は僕たちを知らない人たちの心を引きつける一番成長したメンバーだと思うと肯定。それを聞いたテテは当時のことを振り返り、あの頃は自分だけ良ければいいと思っていた。今は7人の幸せを考えている。基準が変わったんだ。と、このようにお互いのいいところを認め合うことで個人の魅力も増し、相乗効果が生まれたということでしょう。デビュー9周年にもなるグループがメンバー同士褒め合うことは簡単なことではないと思います。付き合いが長くなれば長くなるほど恥ずかしくなるのが普通ですが、変わらず続けている BTS の関係は素晴らしいですよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は年齢差を感じさせない BTS メンバーの関係性をご紹介しました。お互いを尊重し合い褒め合うことが彼らのチームワークの良さにつながっていることが分かりました。そして年齢差を感じさせない彼らですが、年上メンバーには敬語を使うなど基本的なことはきっちり守っているのが印象的でしたよね。こういう BTS メンバーの誠実な面が多くのファンから長く愛される秘訣なのでしょう。